皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・テキサス州において戒厳令が発令され、戦争状態へと突入したという一報について取り上げていきます。まず最初に結論から言っておきますが、これはフェイクニュースです。しかし、フェイクニュースにもかかわらず、これに驚き、そして拡散する動きが続いています。今回の動画ではなぜそのようにしてフェイクニュースが拡散され、そしてこれからも続くであろうと予想されるかについて解説していこうと思います。それではどのような話が拡散されたか、そこから話を始めましょう。事の発端はこちら。テキサス州が正式に戦争状態に突入。州知事は合衆国憲法第1条第10節第3項を発動し、州が戒厳令を宣言し、連邦政府を無視して活動できるようにしたと X で発信がされました。これに対して拡散が4211、いいねが9362、そして視聴数が439万にも達しています。それだけ多くの人々が目にしたということですし、また多くの人がこの情報を受けてさらに他の人へと拡散すべきだとして動いたことがわかります。しかし、これは全くの間違いです。そもそもこの内容についてなのですが、テキサス州が現在のバイデン政権の移民政策に対して対策が不十分であるとして、州の法律をもとにして最大限の移民対策を行うことを宣言したものです。ですから戦争状態に突入したという話は全くの間違いです。ところが、この情報をさらに拡散させようとして補助的な動画なども出回っています。それがこちらの動画。戦争状態といったキーワードとつなげる形で州軍を動員して戦車や軍人たちが次々と移民対策のために動員されているといった内容です。ところがこちらの映像も全くの間違った情報です。そもそも戦車が動員されたぞ、戦争状態になったんだぞと主張しているわけですが、そもそもこの映像の撮影された場所はテキサス州ではなく南米大陸のチリです。一体どこで撮影されたかもすでに判明しています。こちら Google マップの写真の状態を見た上で改めて戦車が動員されたとする映像と合わせてみてください。左の方から右の方へとカメラを移していくと円形もそうですし、また手前の白い建物などについても全て完全に一致します。そして映像に映っている戦車も全く嘘であることの証明です。というのも、この映像の中に映っていた戦車はレオパルト2の A4。A4 というのはバージョン名です。アメリカの戦車といえば M1 エイブラムス戦車、バージョンが A1 か A2 か、まあそれは一旦横に置いとくとして、戦車としてレオパルト2が採用されているところはありません。つまり、アメリカに存在しない運用されている戦車を出してきたというのですから、これも明確な間違いを証明しているものです。テキサス州が戦争状態だといった情報発信も全く間違いですし、それを補助するような、さあ戦車が出てきたぞ、これから戦争状態だなどといった話を補助する動画も全くの間違ったものです。ではなぜこのような話が拡散されるかといえば、やはり嘘は大げさであればあるほどより衝撃的に受け止める人が多く、その情報を受け取った人がこんな驚くべきことが起こっているならもっと多くの人に知らせなきゃと拡散してしまう現象が起きているのです。ではこのような嘘の純度 100% の情報をなぜ発信するかといえば、嘘がお金になるからです。例えば多くの人たちから注目を浴びることによってフォロワー数が増えるであるとか視聴者数が増えるといったことが直接的に利益としてもたらされます。現在の X においては視聴数イコールそれが収益として入ってくるといったシステムもありますし、また注目されるアカウント、フォロワー数が多ければそれを理由としてアカウントそのものが売買商品となることもあります。そしてこのようなフェイクニュース、デマといったものは私は今年はさらに増加傾向にあると思います。というのも今年はアメリカ大統領選挙の年です。前回の大統領選挙においてもフェイクニュースやデマを流し続けることで利益を得る人たちがたくさんいました。アメリカにおいてはフェイクニュースやデマを流すことを専門とした会社などが存在し、社員数十名で売上ではなく利益が何十億円と稼ぎ出したといった話などもあります。アメリカにおいては大統領選挙というのはそれだけ多くの人たちが注目するし、注目されている中でデマやフェイクニュースを流すことによって視聴者を集めることが巨大ビジネスとして活用されているのです。
さらに今年はインターネットの発達に伴って、さらにフェイクニュースの捏造は加速すると考えられています。その一因として考えられているのが生成 AI の技術的な発展です。写真そのものをゼロから作り出すといったこともできますし、また現在では動画についても次々と作成するためのレベルアップが図られています。ですから、一見して分かりやすいデマやフェイクニュースだなといったものから、さらに巧妙に作り込んだ、一見すると本物か偽物か分からない情報などについても、これからはもっと増えるはずです。今回のデマについては、全くの間違いだなといったことがすぐに分かるような稚拙なレベルですが、そのようなものでも視聴回数が400万回を突破しており、これだけでもちょっとした小遣い稼ぎとしては十分でしょう。そして、こうした視聴回数を稼ぐことによって、次のデマやフェイクニュースの受け取り手たちももっと増えることでしょう。基本的にはデマを重ねれば重ねるほど情報が間違っていることに対して批判的な人たちも出るわけですが、悪名は高ければ高いほどより多くの人々の関心を生み、無名であるよりもはるかにビジネスとしては成功してしまう環境があるのです。また、今年の大統領選挙はアメリカ以外の国からの介入も十分考えられます。前回の大統領選挙においてもすでに指摘されていたことですが、今年はさらにアメリカの大統領が誰になるかは他の国の利害へと直接的につながる問題があります。それはロシアによるウクライナ侵略です。現在はすでに死亡したワグネルの頭目プリゴジン氏は大統領選挙に関わることを事業として行っていたことを生前語っていました。それはロシアの情報当局などから一つ外注の仕事として大統領選挙においてロシアにとって都合の良い情報などをなるべくたくさん流すといったお仕事をしていたというのです。現在ワグネルは頭目が失われたことにより、ロシアの情報当局の管理下にあり、すでにその内部についてはかなり解体が進んでいます。しかし、そうした仕事内容をベラベラ喋る人が亡くなっただけで、秘密裏に行われる情報工作はソ連時代からの得意技であり、今回の大統領選挙においても積極的にプーチン大統領にとって都合の良い候補者に対する援護射撃をたくさんすることでしょう。そしてその手法として考えられているのが、バイデン政権に対する攻撃の情報発信が大量に行われることは簡単に想像できるわけです。ですから、お金稼ぎをするためにデマやフェイクニュースを積極的に活用したい人たちと、政治的な目的があってデマやフェイクニュースを流す人たちという、この2つの勢力にさらに生成 AI という情報の真偽が分かりづらくさせるような道具の発達などに助けられ、さらに問題を複雑化させることでしょう。それだけにデマやフェイクニュースを見かけた時にはそれに騙されないようにするための基礎知識として、そのような社会背景が存在するんだな、誰かが意図を持っておかしな情報を流しているかもしれないなと疑う気持ちといったものを最初に持つことが必要でしょう。特に衝撃的であればあるほど拡散されやすいといった習性を利用して、特に極端な意見や極端にと思わせる驚かせるような内容を発信している人に対しては、より慎重に情報を吟味する必要があります。大統領選挙そのものは年末に行われるわけですが、それまでの間に様々な情報工作が行われ、これからも今回のような作り話というものがいくらでも出てくるような年になるでしょう。そのような人たちの思惑に乗ってしまうと、そのような人たちの利益としてあなたが使われることとなります。ぜひとも口車に乗らないようにお気をつけください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めするとともにスーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。